My name is Ake. Welcome to my channel. 皆さんこんにちは、Akeです。今回私はノルウェー人の旦那さんと現在結婚をしてノルウェーに住んでいるんですけれども、もともとすごくシャイで英語力も全くなかった私が今こうして国際結婚を経てこっちに生活するきっかけ、あれやっていてよかったなと思うことについてお話ししたいと思います。今世界中で旅行が難しかったり、例えば海外に興味がある方でもなかなかステイホームと言われていて人に会うことが難しい状況になっているので、留学だったりとか将来海外に行ってみたいな、住んでみたいなって思っている方にとって参考になったりモチベーションを保てるようなお話になればと思います。あくまでも今回は私の経験を通してのお話になってくるので、そちらだけご理解いただきたいなと思います。まず結論からお話をすると、私が今の生活に至るまでにやっておいてよかったなと思うことは大きく分けて2つあります。で、1つ目が英語です。まあそりゃそうだよねって思われる方も多いと思うんですけれども、やっぱり英語は本当にやっておいてよかったなってすごく思います。もう1つ目が異文化理解です。違う国の人と結婚をするにあたっては、もともと私は日本で生まれ育っていたので、旦那さんはノルウェーで生まれ育って違う文化をそれぞれ持っているので、お互いの文化を尊重し合って生活していくことが日々大切だなとすごく身に染みて感じているので、今回はその英語力とあとは異文化理解について自分の体験談をもとにお話をしていきます。ではまずはじめに英語力についてなんですけれども、私はもともと英語は好きだったんですけど全然得意ではなくて、性格も仲良くなったらいろいろもうお話も大好きなんですけど、仲良くなるまでは初めての人に会う時とかはすごくシャイで、私が行っていた大学は外国から留学生もたくさん来ている場所だったので、常に英語に触れる機会がたくさんある環境で大学時代を過ごしてきたんですけれども、日本人の方でもすごく英語が得意だったり英語を話すことが上手な方が多くて、私が大学時代に仲良くしていた友達も英語がすごく上手で、キャンパスで外国人の方とすれ違う時もその英語が上手な友人はハローから挨拶が始まって英語でそのまま会話が続くのが当たり前というか、それが日常だったので、一方で私は英語も全然得意じゃないですし、自分の拙い英語を話すのがすごくコンプレックスで、仲いい友達には英語でちょっと頑張って話してみたりはするんですけど、やっぱり知らない人の前でいきなり英語でバンバンお話しするっていうのは私にとってはハードルが高いことでした。そんな私が大学時代に一旦留学をしてカナダに留学することを決意しました。で、目的としてはもちろん今ネットとかでも留学なんてしなくても英語を伸ばせるだったりとか、わざわざそんな海外に行ってまで英語がどんだけ伸びるのかって言われることも最近は増えてきたと思うんですけども、私の一番の目的は英語力もそうですけども、人前で英語を話すということに自信をつけたいなと思って、それで行ってみようっていうふうに決意をしました。結果から言うと行ってよかったなって今は本当に思っていて、私は1年間があったからこそ今こうやって旦那さんとも日々の会話はもちろん基本は英語になっているので、すごく役に立っているなって思ってます。で、もちろん私は今ネイティブレベルで英語がペラペラ問題なく話せるとかっていうわけでは全然なくって、日々生活していく上でわからない単語もあったりはしますけれども、日常的に困るっていうことは少なくなっていますし、わからない単語があっても今の旦那さんにわからない単語の説明を英語ですることができるようにはなったので、日々生活していく上で
不自由なく暮らせているのが現状です。実際にカナダで留学した時の詳しいお話はまた別の動画にでもできたらいいなって思っているんですけども、私が今回カナダに行った時はワーキングホリデービザで行ったので、現地で学校に行くこともできますけれども、実際に働くっていうことも可能なビザで1年間カナダで過ごしていました。私が行ったのはカナダの中でもバンクーバーなので、西側ですね、に行ったんですけども、すごくバンクーバーはお気に入りの街になっていて、何がいいかっていうと、アジア人も多ければネイティブの方ももちろんいますし、いろんな人種がミックスされている街だったので、1年間とても過ごしやすく毎日を送っていたなって思います。例えばカナダにはアジアンスーパーマーケットもあるので、日本食も他の国に比べたら手に入りやすいのかなって思いますし、もちろん日本食レストランだったり、もちろん西洋のレストランもありますし、グリークフード、ギリシャのレストランだったりとか、いろんな国のレストランがあるので、毎日今日どこに行くだったり、もちろん自炊もしますけれども、いろんな国のお食事を楽しめたりするのも良かったなって思いますし、あとはビーチも近かったりですとか、カフェもたくさんあったので、毎日楽しく過ごせたなと思います。私がカナダから帰ってきた時には、人前で英語を話すっていうことに抵抗がもうだいぶ減っていたんですね。でそれは私は一つだけカナダの留学中に心がけていたことがあって、常に英語を使える環境にいるっていうことです。簡単かもしれないんですけども、留学カナダにまず初めに行った時に語学学校に3ヶ月初め行って、その後実はバンクーバーからちょっと離れてジャスパーっていうアルバータ州にある小さな町に2ヶ月間だけ滞在をしていて、そこでは本当にネイティブしかいないような町で、バンクーバーの方だと日本語が聞こえたり、韓国語が聞こえたり、中国語が聞こえたり、もちろん英語はそうなんですけど、実際にジャスパーとかすごく田舎の方に行くと、やはりメインは英語になってくるので、日本語が恋しくなるくらい英語尽くしの毎日で、私はそこで2ヶ月間お土産屋さんで実際に店員として働いていました。本当に私は当時3ヶ月間事前に語学学校に行って英語を学んだと言っても、やっぱりたかが3ヶ月間なので、そんなに英語がペラペラ話せるわけではなく、わからない言葉がたくさんあったので、もうその2ヶ月間が一番私の中では自信につながる経験になったというか、毎日もちろん英語を勉強しましたし、週に 4,5 日は働いていて、6時間から8時間1日働く生活を送ってました。でもちろんそこはずっと英語なので、日本語を通じる人は全くいないので、英語で会話をして、で帰ってきて一緒にシェアしていたのがオーストラリア人の女の子だったんですけど、もう私はその人にすごく感謝していて、全く英語がわからない私にこれってどういう風に言い回しできるのって聞いた時にも丁寧に教えてくれて、その人の方が先に私よりもジャスパーを離れちゃったんですけど、もう最後の最後はもう私も号泣して、すごい悲しい、離れたくないなって思うぐらいたくさんお世話になった方で、今でもインスタグラムだったりフェイスブックでつながっているので、お話たまにしたりもしますし、本当にいい出会いがその時はできたなって今でも思います。その2ヶ月間を終えてバンクーバーに戻って語学学校を3ヶ月間残り行ける期間があったので、そこを再開しようと思ってたんですけど、もうそれと同時に私は語学学校だけではなくって、もうせっかくワーキングホリデービザというもうお店で働ける、実際に英語を使える環境
があったので、カフェで働きたいなって思ってたので、いろんなカフェに応募をして、で実際バンクーバーの中でもダウンタウンって呼ばれる一番人が集まる場所ですごい、その中でも人気のあるカフェでもう本当に運よく働くことができまして、そこにはもう帰国するまでずっと働いていたんですけど、朝学校に行って、でお昼過ぎに学校が終わって、そのまま夕方から、夜中、遅くなれば12時1時ぐらいまでは、そこのカフェが珍しく24時間営業のカフェだったので、次の日また学校っていう生活を繰り返していました。そこでも一緒に働いていた同僚の方にはたくさんお世話になりましたし、すごくお客様ともお話しする時に学ぶことがたくさんあったので、いい経験ができたなって思います。私が今でも覚えているのは、実際にお客様と話す時に一回英語が何言われてるか早すぎてだったかわからないことがあって、で私がってこうなってる時に、その方にはなんで英語がわからないのに働いてるんだって言われてしまいまして、すごく傷ついて、その時の裏側に行って、で同じ同僚の方にこんな風に言われたんだよねって言って、すごく悔しい思いをした記憶が今でも残っていて、でその同僚の子には大丈夫だよって気にしないでって言われたんですけど、そう言われてもやっぱり気になっちゃいますし、どうしようかなってまた自信なくしちゃいそうだったんですけど、でもせっかく今学べる環境にいるんだから頑張んなきゃって勝手に思って、その時は同じ同僚の子たちに、例えば一つ一つの商品をどんな風に英語で説明していいのかだったりとか、全部カフェで使う用語はマスターしようと思って、毎日いろんな人と英語でお話をたくさんいろんな言葉を使ってすることを心がけて、過ごしていました。でその1年間のちょっと話が長くなってしまったんですけど、1年間のその経験を終えて帰国した時にはもう英語を人前でも話す自信がついてよかったなって今すごく身に染みて感じてます。多分経験がなかったら私は今も日本で人前で恥ずかしい思いをしてたんじゃないかなと感じます。で私実は今の旦那さんとはカナダに行く前に出会っていまして、ただその時は今も旦那さんは日本語を勉強中なんですけれども、お互いに全く話せない状況で出会ったのは大学で今の旦那さんとも出会ったんですけど、お互いに彼は日本語を話せない、私は英語が全く話せないっていう状況だったので、初めて会ってハローから始まって、で自己紹介、My name is から始まって、でもその後の会話が全然続かないのでバイバイっていう形で終わってしまってたんですね。でカナダから帰国して久しぶりにたまたま再会することができて、ちょっとだけ英語が話せるようにはなっていたので、それで会話が少しずつできるようになって、彼も日本語をちょっとずつ勉強していたので、お互いに拙い英語日本語ながらも会話をして、彼は大学院生で私が在学していた大学にいたんですけども、もう院を卒業することがもう決まっていたので、ノルウェーに帰国する日がすごく近くて、でもそこからでも帰国する日にちが近かったんですけど、私はその時にたくさん彼と連絡を取ることがあって、でだんだんお互いの距離を縮めていき、毎日LINE をする関係になっていました。でまた慣れ初めになっちゃうので、それはまた別の動画でもし希望があればお話ししたいなとは思うんですけども、もう一つ英語ができてよかったなって思うのが、国際カップルだったりとか今日本でもすごく増えてきているとは思いますし、カップルじゃなくても、外国人のお友達がいる方もすごい多いとは思うんですけれども、実際にその人のこ
もっと知りたいな、知ろうってなった時には、その外国人の方の周りにいるお友達だったりご家族だったりとお話しすることが増えていくと思います。でその時に日本語が相手方は話せる人は多分なかなかいないんじゃないかなって思うので、やっぱり基本は英語での会話が必須になってくるかなと思います。だからそういう時も英語でコミュニケーションが取れるようになっている状態で私はこっちに引っ越してくることができたので、すごくそこは助けられてるなって日々感じます。ここまでちょっとすごく英語についてお話ししたんですけども、私は英語が今話せてよかったなって思うので、それは本当に今のこの生活に至るまでの役に立ってることの一つかなと思います。続いて、異文化理解についてお話をしたいと思います。異文化理解ってすごく難しい言葉に聞こえる方もいるかと思うんですが、簡単に言うと相手の文化を尊重して、理解するっていうことがすごく私は大切だなってこっちに生活していて日々思います。もちろん自分の文化は大切だと思いますし、これからもそこは軸になっていくものだと思うんですけども、相手の文化も一緒に生活していく上では大切にしていかなきゃなって思っていて、私がこっちに来た時に難しいなって思うのが、相手にはっきりノーと伝えることです日本人の方は共感してくれる方が多いんじゃないかなと思うんですが、日本では難しい、無理、ごめんっていう時は結構相手の雰囲気も読んで、相手側も空気読んで、難しいんだね、大丈夫だよみたいな感じで察知してくれるというか、そういうことが多いと思うんですけど、こっちではちゃんともうできない時はもうできないってはっきり言わないと意思疎通が難しくなっちゃうので、なんとなくわかんない、難しいかもって言っても相手は難しいイコールダメ、できないっていうふうには捉えてはくれないので、そこは私がこっちに来てノルウェー人の方とお話をしていく上で難しいなというか、これは私が克服しなきゃいけないことだなって思う文化の違いではありました。でも本当に異文化って言っても違うことはあるんですけど、毎日本当に発見だったり、こんな私が知らない世界があったんだって思えるので、日々楽しく異文化を感じながら過ごすことが多いです。異文化は海外に興味がある方だったり、これから海外で生活する方や実際に国際カップルの方、国際結婚をされる方だったり、本当に海外に関わりのある方には避けては通れない道だと思うので、私にとっては異文化理解って役に立っていることだったので、参考になったら嬉しいなと思います。今回は私がもともとすごくシャイで英語力も本当になかったんですけども、現在国際結婚をして海外生活に至るまでの役に立った鍵になったお話、英語とあとは異文化理解についてお話をさせていただきました。すごくいろいろお話ししたいことが多すぎてたくさん詰め込んじゃったんですけども、今ご覧になってくださってる方の一人でも多くの方にこの話が、私の経験が役に立ったら嬉しいなと思います。この動画も参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。では次の動画も楽しみにしていてください。またね。